今回の取材目的の一つ、それは伊芸銀雄さんが南米各地で上映したというドキュメント映画ハワイに生きるの上映会のことでした。ハワイに生きるは沖縄ハワイ移民2世の比嘉太郎さんが制作した映画。比嘉太郎さんは沖縄戦にも参戦。戦後は沖縄の救援活動に尽力した方です。ハワイ移民65周年を記念して作られたこの映画には、移民の苦労と成功が刻まれています。取材したいことの一つとして、このハワイに生きるっていう銀雄さんが上映会を行った、その上映会ってどうだったんだろうっていうところを聞きたくて、その取材した中だとことごとくちょっと知らないっていう。近所旅行者のお祝いを兼ねて、はい、映画の上映会をしたという記録が残ってるんですが。そうですか、あまり記憶ないですね。この映画はご存知ですかね。実際に見たことはないですね。すみません、僕も初耳です。上映会に関する記事が見つかりました。銀雄さんの自伝にあった通り、大盛況だったとの記録。そして実際に上映会に参加された方とお会いすることができたのです。銀雄先生がやった家社会のことは、すごい内容を今ちょっと見せます。出そうとしてもあるんですね。銀雄先生はここから始まってボリビア、それはボリビアだったか、それからブラジル、アルゼンチンまで。だからその後僕ら旅行したらもう銀雄先生分からない人いないぐらい、大変有名になってました。確かペルシンポですよ。はい、その時に上映した映画です。もう全然覚えてないよな。ここ面白かったところは覚えてるな。大変な人気だったです。はい。その時まではまだ一世もたくさん元気な方がいらっしゃったから。二世はいなかったと思いますが、日本語ですからね。はい。二世は一世がたくさん集まるところには遠慮する。金城滝は、金城滝はわかります。五大衆。はい、五大衆。この新聞も持ってペルーで配ってました。この映画自体はハワイの比嘉太郎さんが作られた。ハワイの人が作ったんですよ。そうですか。それでトート法の舞台に。そうです。はい。先生がフィルムを借りてペルー、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル。銀先生はこの学校もあって家社会、自腹切って全部見せて、もう有名になってたんです。これ分からなかったです。その家が一世の人がその家が作ったかなと思って。太郎さんが二世じゃないですか。そう二世で。僕は一世と思ったんです。同感するところが、同感するところがあっちこっち行ってもこの話があった。友達同士たくさん知ってる人がいますから、ブラジル、アルゼンチン、ボリビアも。岡田さん、正弘さんが言ってたところで一世が見てた。一世がいるところには二世は行かなかったっていう、やっぱりこういう亡きの構図じゃないけど、それは多分ハワイでもあっただろうし、いろんなところでやっぱり一世と二世のね、このなんか葛藤っていうのはあったと聞いてるんで。当初ペルーの近所旅行者の祝賀会にて上映する目的でフィルムを借りるため銀雄さんは奔走しました。
ハワイに生きるという映画についての記事です。ハワイに生きる？ロサンゼルスの金城武夫さんが五大衆という手作りの新聞を出してるでしょ。その新聞で紹介されていて、それで聞いたことがあったんだ。ハワイに生きる。沖縄ハワイ移民の歴史と成功が詰まった映画です。比嘉太郎さんが作ったドキュメンタリー映画。分かち合いたいんだ。今後この映画を上映する地域、うちなんちゅの活動状況を集め一つの本にしたい。しかしそれにはその地方地方で映画を上映し取材してくれる協力者がいないと絶対できないものです。世界のうちなんちがつながることができれば心強くありませんか。ぜひフィルムを貸してください。ロサンゼルスやハワイを訪れ、比嘉太郎さんよりフィルムを借りることができ、ペルーをはじめ南米各国での上映を実現させたのです。1969年7月22日、金城旅行者の祝賀会の席上で映画「ハワイに生きる」は南米で初めて封切られた。銀幕に映るダイヤモンドのように輝くハワイの風景に接し、いずれも童心に帰ったように喜び、移民の労苦に涙した。ペルーでの上映を好評を得た後、私はフィルムを担いで南米各国へと旅立った。アルゼンチンにも多くのウチナンチュが住んでいます。このフィルムを通して私たちは国境を越えてつながることができる。決して孤独ではないのだと分かち合うことができるんです。見事に映画が、いや、うちなんちの思いが国境を越えた。南米各国での観客数を合計1万人以上。なんと当時のハワイに生きるのフィルムが沖縄県立図書館にもありました。2019年12月、演劇の関連イベントとして貴重なフィルムでの上映会を開催することができ、上映会ではアフタートークも行いました。そういった形で上映会ができて本当に個人的にもすごい嬉しくなと思っております。沖縄での上映の記録とかを見ていて、ぜひ同じような形でまた再現できればいいなというふうに思っていたところで、沖縄移民ということで、その移民した人自身がで、その2世3世の人たちがですね作り上げたという意味では、日本でも画期的な一つの記録映画かなというふうな気がいたします。これをまた受け継いで、家議員さんとかですね、各地で南米各地で、これを上映したい。比嘉太郎さんの思いというのが集まっていて、当時も芸人さんがいろんな国でそのハワイのの方々の生活の様子を見せるのがとても大事なことだと思って、映画というのは一つの情報共有としてに使う手段。移民といえば苦しい経験とかどのくらいことの、話が多いんですけど、内容の半分以上はいろんなあらゆる分野での成功例を見せるという移民の明るい部分。移民というのは苦しいことだけじゃなくて、こういうふうにいろんな海外でもいろんな国でも成功している、生き生きとしている方々がたくさんいるというのを皆さんも今日それを見てもらったというのはとても嬉しく思って。きっとその当時の上映会だと自分と本当に同時期同じ時代に違う場所で頑張っているその自分と同じ境遇の人、それは勇気づけられますよね、きっとね。それをまた上映ね、韓国に上映をしようとして、やっぱりギネさんの発想というか幅広いというか、すごい広い目線でやっぱり見てたんだなというところありますね。映画というメディアを通して私たちは記録を残したり共感することができる。そのメッセージは時を超えて私たちにも響くものがあります。